皆さんこんにちは。東京福生市キャンドル教室キャンドルルームリバティの大沢理恵です。本日はですね、キャンドル作りに興味がある人向けにキャンドルを手作りするのに、準備費用はどれくらいかかるのかについてご紹介していきたいと思います。費用は作りたいと思うキャンドルの種類だったり、あとは形ですね、によって揃える道具が変わってきてしまうので、価格もおのずと変わってくるというような感じです。今回はですね、その基本のキャンドル作りで、キャンドル作り専用で用意をするべき必要最低限な道具を5つご紹介していきたいと思います。その最低限の道具5つの道具に上乗せして、そのワックスなどの材料費だったり、あとはモールド、その型や瓶だったりっていうのが必要になってきます。それではその必要な道具5つをご紹介していきたいと思います。まず第一に必要なのが IH クッキングヒーターです。で、一口コンロタイプ、こういうのなんですけど、を使っていきます。で、私はですね、アイリスオーヤマの、一口コンロタイプのものを使っています。もう少し違うタイプの IH コンロもあるんですけど、実は私だけかもしれないんですけど、こういう電化製品が通電するとですね、なんかこう耳鳴りっていうか、ジーっていう音が耳の中で聞こえるんです。で、その IH コンロの種類にもよるんですけど、このジーっていう音がやけに耳に触ってこう虫唾が走るみたいに感じる時があるんです。で、なんですけど、このアイリスオーヤマのコンロの場合は、これの旧型も、これちょっと旧型の1個新しいバージョンを買ったんですけど、それでも耳鳴りの音は比較的全然こういいってならないぐらいの感じで、もし私と同じような方がいればアイリスオーヤマがおすすめです。2つ目に必要な道具がキャンドル専用のお鍋です。で、こういうホーロー鍋を使います。だいたいですね、教室で使っているのは、ここからこの持ち手のところまで30センチぐらいのものを使っています。で、深さも結構あるので、このお鍋であれば、大きめのキャンドルでもたっぷりワックスを溶かして使うことができるので、問題なく使えています。まず簡単なキャンドル作りであれば、一つお鍋を買ってみて、そこから始めてみるといいと思います。でグラデーションキャンドルだったり、複数の色を同時進行で特化引っかえ、鍋を特化引っかえしながら作らなきゃいけないっていう必要が出てきた時に、やっとお鍋が2つ3つ欲しくなってくると思います。3つ目に必要な道具がこの温度計です。私はこのドリテックっていう温度計を使っています。で、以前ですね、タニタの温度計が一時期すごく安かった時があるんですけど、それはちょっとここの表示の部分が小さくて、私にはちょっと不向きだったんです。こういうつけてみますが、これぐらいもう大きいんですよね。すごい今20、24度で、かなり大きく表示されるのですごく使い勝手が良かったです。で、あとはこの裏見ていただくと、オンオフがだけのボタンがこれしかないので、とにかくシンプルで使いやすいっていうところが、選んだポイントです。他にもいろいろと機能がついているものっていうのもあるんですけど、キャンドル制作にはですね、あんまり必要がないように感じています。で、瞬時に温度上昇減少が分かった方がやっぱりいいので、瞬時にその温度に対して反応するのがこのドリテックの温度計が一番ベストだったなっていうのが、私がそのリアルな経験としては一番ポイントだったかなっていうふうに感じます。4つ目がですね、割り箸です。はい、これ普通の
100均とかで売ってるやつで大丈夫です。割り箸はですね、パキンって割ってご飯の時みたいに持って溶けたワックスをかき混ぜたり、あとは鍋をですね掃除する時にトイレットペーパー挟んで掃除したり、いろんな用途で使用します。最後5つ目がエンボスヒーターです。エンボスヒーターはですね、キャンドル作りにも非常に役立ちます。用途としては、こびりついたワックスを溶かして掃除をしたり、あとは表面をですね、キャンドルの表面に慣らしたり、あとは気泡を抜いたりするために使います。製作のですね、幅が広がっていくので、絶対に準備段階で用意してほしい道具の一つです。以上ですね、IH クッキングヒーター、ホーロー鍋、温度計、割り箸、エンボスヒーターの、5つの道具がキャンドル作りに必要な最低限の道具になります。キャンドル作りに必要な道具、初期費用でだいたい8000円ぐらいになります。で、この最低限の道具の費用に上乗せして、材料費だったりモールド、型や瓶ですね、そういうものが必要になってきます。少しずつそういった道具が増えていくのも、キャンドル作りの経験値が上がっていくような感覚っていうのを感じていただけるのではないかと思います。お気に入りの道具が見つかると、やっぱりなんか制作もっとやりたいなとか、ちょっとワクワクするような感じで楽しんでいただけるのではないかと思います。ぜひキャンドル作りの参考にしてみてください。最後までご視聴どうもありがとうございました。